ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりじじいじゃ。リアルな CG の釣りゲーで入れ食い爆笑したい。入れ食い爆笑っていいわね。なんでその欲を満たすの？こいつじゃ。ドリームキャスト用ゲームゲットバス。ゲーセンで人気だった釣りゲーの移植作。こいつで楽しんでいくぞい。そうと決まれば早速やりましょう。というわけでマスの押し寿司を堪能しながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。さあ、行くぞ。まずはゲットバスについて紹介よろしく。ドリームキャスト版ゲットバスは1999年4月1日に発売になったゲームじゃ。タイトルから推察されるようにブラックバスフィッシングを題材としたゲームとなっておる。アーケードからの移植だったわよね。そうじゃ。1997年12月から稼働を開始したアーケードゲームゲットバスの移植作となる、空前のブラックバスフィッシングがブームとなっていた時代に誕生したゲームじゃ。G さんもブラックバスフィッシングハマっていたわよね。めちゃくちゃハマっていた。霞ヶ浦、高田湖、川口湖色々と言っていたな。そんなにハマっていたってことは釣りの腕も、もちろん下手の横好き。とやっている。いや、でも釣れた時の感触というのは本当にたまらんのじゃな。魚のいるポイントを推理し、どうやって餌を食わせるか、ルアーの選定、動かし方、そして水中の状態を想像しながらさらに戦略を練る。ゲームフィッシングの真髄とはフィッキングまでにあるとわしは思う。釣った後の魚とのファイトは釣ったことのご褒美なのじゃ。語り始めてるな。語りは後にしてゲームの紹介を頼みます。そうじゃったな。アーケード版のゲットバスはアミューズメント界の釣りゲームとしては最高峰じゃった。ベイトリールを模したコントローラーから筐体に向かって釣り糸が伸びており、ブラックバスとのファイトの時は隙が味わえるという優れもの。しっかりとフッキングした後に腕を折りたたんで胸元でリールを巻いていた人も多かろう。ファイト中のロッドは体で操作が基本じゃな。また、当時のハイエンド基盤であったモデルさんの CG はリアルだったわい。ブラックバス、フィールド、ルアー、それらの動きがリアルに再現されていた。そして、アーケード稼働から1年ちょっと。ドリームキャストに移植されたのが本作というわけじゃ。さすがセガ、釣りコントローラーも発売という徹底っぷり。世の中のバサーで購入した人も多かったのではないだろうか。釣りコントローラー発売は胸熱だったわよね。家でゲットバスが楽しめる。ドリキャスの CG もかなり綺麗だからほぼアーケード版と遜色なかったわよね。若干処理落ちが気になるが十分な出来じゃったわい。さすがに釣りコンからラインは出てなかったがな。その代わりブルブルとして雰囲気は抜群じゃった。さてさて、移植にあたっていくつかの要素が追加されパワーアップされておる。まず3つのゲームモードで遊べるようになっておる。アーケード、コンシューマー、プラクティス。アーケードモードはアーケード版の移植じゃな。制限時間があり、各ステージで規定の重量分のバスを釣り上げていく。続いてコンシューマーモード。SDFA のアマチュアアングラーからスタートして頂点を目指すモードじゃ。プラクティスモードはエリア、天候、時間を選択して練習できるモードじゃな。モードが追加されて遊び応えもバッチリなのね。釣りコンに充実のモード、セガの気合を感じるわ。世の中はバスフィッシング全盛期じゃったからな。この頃、釣りゲームは大量に発売されておったし、出せばそこそこ売れるみたいな状況ではあったからのセガも気合を入れたんじゃろうな。その甲斐あって釣りゲーの中ではわしは面白い部類に入ると思う。細かい話はゲーム中や感想戦ですることにしよう。早速遊んでいきましょう。おっしゃ腕が鳴るぞい。始まるよそれじゃあ、アーケードモードから遊んでいくぞい。アーケードモードはアーケード版の忠実な移植なのよね。そうじゃ、全3ステージ、プラスボーナスステージの4ステージ。最初の3ステージは制限時間内に規定の重量のバスを釣ればクリア。最後のボーナスステージみたいなのは1尾釣ると終わりじゃ。まずは最初のステージロッジエリアじゃ。ここの規定重量は 5000g、5キロじゃな。結構釣るのね。このゲームのバスの重量はぶっ壊れているからな。バス釣りの本場 US だとこのくらいがザラなのか？さてさて早速ゲーム開始。まずはルアーの選定じゃな。多分早朝で水温も上がっていない状況。ボートから車両に向かっての釣りということで手返しよく探っていきたいところ。このルアーは魚っぽい形ね。シャロークランクは浮くタイプのルアーじゃな。動かさないと水に浮く、フローティングルアーと言われるタイプじゃ。先端のリップが抵抗となって引っ張ると沈むのだが、その際に独特の揺れアクションがある。中にラトルが入っているものもあり動きと音でバスにアピールするのじゃ。このカタカタカって音がラトル音なの？針が鳴っているのかと思った。ちゃうのじゃ。ただ巻くだけでもバスにアピールできるが、動きを止めていった浮かし後にまた巻き始めることで弱った小魚を演出することもできる。へえ、ルアーってそういう動かし方をするのね。またシャロークランクは1無から2無程度しか潜る能力がないが、それでも水底をリップで叩くことで小魚が餌をついばむような演出も可能じゃったりする。まあ、根がかりが怖くてわしはあんまり好きじゃなかったがな。今バスが見に来たわね。見に来たが口を使ってくれなかったな。食欲をそそる動きじゃなかったかルアー自体が悪いのか。ちょっとずつポイントを変えて攻めていくのじゃ。クランクは基本的に一定の深さを幅広い範囲で探りたい時に便利なルアーじゃな。魚のいる深さに当たりがついている時に短時間に広範囲を探ることができるのが特徴じゃ。いいし。
釣れたな。さあ、ファイトじゃ。でも、結構ボート際で釣れたのじゃ。もうランディングじゃ。白越えじゃ。アーケードモードは制限時間があるがコンティニュー無限なのでほぼ気にすることはない。ここでスピナーベイト、通称スピナベを使っていくぞい。何これ？これもルアーなの？変わった形をしているわね。最初見た時はこんなので釣れるのかと思うよな。上のブレードと言われる金属と下のラバーとフックが特徴じゃな。ブレードが回転しキラキラ光ることで小魚の群れに見えると言われている。そして、下のラバーは群れから外れた魚、脇からしたらまさに格好の餌に見えるというわけじゃ。変な形なのに理論的に成立しているのね。そして、このルアー、こんな変な形をしているのに実に初心者向けのルアーなのじゃ。まず、その形状から根がかりがしにくい。根がかりしにくいということはロストしにくいので障害物ギリギリを攻めていけるのじゃ。バスはストラクチャーギリギリについているのでギリギリを攻めれるということはそれだけで有利じゃな。へえ、根がかりしにくいルアーってそんな特徴があるのね。実際わしもスピナベを草むらにガンガン投げ込んでいたわい。あとは自分が好きな深さを決めて、深さをキープして引っ張ってこれるのも大きな特徴じゃな。魚がどの深さにいるのかわからない時などはスピナベで探っていく。よく言われるな。釣れる、釣れるじゃ。Turn the rod left. You're almost there. Be careful. Medium. Good job. High bonus. Bite it.追いかけてくるわね。食いつかんな。Time's up. Come on. Try it again. それにしても25年前のゲームと思えないほど綺麗ね。さすがはドリキャスじゃ。It's coming near. 見ているわね。似ているな。巻くスピードを変化させたり浮かせたり沈めたりしてアピールする。なんかでかいの出てきたぞ。主だな主。Yeah, it's coming. 小さいのが横取りしたわ。世界バスは警戒心が強いのじゃ。Hit bonus. You're almost there. Turn the rod left. Medium. Good job. お、 You 5000 got a special 超えたわ reward. ね。なんかルアーが追加になったみたいね。サスペンド未納じゃな。わしはリアルではあまり使わないルアーじゃったな。サスペンド未納は動きを止めた時に浮きもしなければ沈みもしない。その場でとどまる、サスペンドするルアー。未納自体は小魚に似ていて初心者からすると、これは魚みたいだから釣れる気がする。と思うルアー第一イメージ調べなんじゃが、フローティングとサスペンド、シンキングと種類が分かれる。サスペンドはその場にとどまらせてじっくり見せるみたいな使い方になるらしい。じっくり見せて口を使わせる。それがサスペンド未納じゃ。しかし、今回選択したルアーはバイブレーション。こやつはシンキングタイプと言われ、何もしないと沈んでいく。糸を巻くことで小刻みな動きで小魚を演出。クランクベイと同様にラトルが入っているものがあり音でもアピールをする。クランクとの違いはフローティングかシンキングの違い。クランクはフローティングであるが故に抵抗としてリップがあるが、バイブレーションにはリップが存在しない。根がかりしやすいルアーとしてもわしの中では有名じゃな。そして人生初のバスヒットのルアーはバイブレーションじゃった。忘れられぬ思い出じゃ。根がかりだと思ったら釣れていた。というくらいガツンとフッキングの衝撃があったな。さてさて第2ステージはケープエリアとなっている。岬じゃな。翼くんの相棒ね。かぶせ気味にボケを潰しに来ないで。でかいのおるな。食え食え。今、口開けて食わえそうになったわよ。じゃあ小さいのが食べちゃった。でかいのが近いのじゃ。Turn the rod left. Be careful. You're almost there. Be careful. それでも 2490g もあるのか。全然小さくないわね。ところでブラックバスって食べれるの？わしは食べたことはないが一応食える、らしい。もともと、食用として日本に持ち込まれた経緯がある魚じゃしな。漢字で黒マスって書くくらいだからニジマスとかに近いのかしら？
身は白身で淡白らしいんじゃが、皮に独特の臭みがあるとのことらしい。昔、バサーという雑誌で料理を紹介していたんじゃが白身にマスタードをたっぷり塗ってフライにしていたな。それほど臭みがあるとのことじゃ。ただ、調理次第では美味しいとも聞く。そうなのね。Look at fish. Yo, with the wire. You're almost there. Turn the rod left. Be careful. まだケープエリアをやっているわね。なかなかサイズアップしないのじゃ。Medium. Good job. I'm bonus. Time's up. Come on, come on. Try it again. Oi 追いかけてきた。食わんのかい。ここでペンシルベイトの登場じゃ。わしはこのトップウォーターと言われるルアーが好きじゃ。バスがルアーに食いつく瞬間が見れるのがたまらん。It's coming here. 本当にこんな感じで追いかけてきてバイトの瞬間が見れる。エキサイティングな釣りが楽しめるのがトップウォーターじゃ。 With the tension. You're almost there. Be careful. Medium. Good job. You got a special lure. そしてポッパーをゲット。このルアーもわしは大好きなルアーじゃ。ポッパー？どんなルアーなの？大きく口を開けたような形状をしているトップウォーターのルアーじゃ。ルアーを吹くことによって口を開けたような湾曲した形状が空気を含んでポコッと音を出す。と同時に水面に水しぶきを立ててガスに強くアピールするのじゃ。とにかく、このポコンポコンという音がたまらん。わしがトップウォーター系で人生初めて釣ったのがポッパーじゃった。川口湖のボート釣りをしていたんじゃが、昼下がりで暑くなったせいで2人と釣れなくなった。しかし釣りのバスがライズしたのを見てトップウォーターいけんじゃねとポッパーを出したのじゃ。一緒にいた友人は釣れるわけないだろと言っていたが、見事に的中。背びれを水面に出したバスが遠くからポッパーにアタック。あれは最高に気持ちよかった。と、昔話をしている間にエリアさんまでやってきたのじゃ。ここは水門じゃな。7000g とかなってたわね。これまた大変そうね。ここは水門ということもあって水深がそこそこあるところじゃ。 Enjoy your fishing. Select the lure. Select the casting point. 水深があるところでトップウォーターを使う。オツじゃな。まあリアルならあり得る選択肢じゃが、ゲーム内ではおそらくそこについていると思われるので、あまり良いルアー選択ではないな。ポッパーの動かし方が懐かしい。竿を立てた状態で竿を動かして操作するのじゃが、練習したのを思い出す。ポコッポコって本当にいい音するのじゃよ。全くの無反応じゃ。全く見向きもされてなかったわね。こんな時はスピナベじゃな。船が通る水門なのかのう。ザリガニがおるな。ザリガニのルアーを使いたくなってくるわい。It's coming near. 見てるわね。見ているな。さあ、これはでかいぞ。ついにスーパーサイズ来たわね。 It's gonna be a big one. Hit bonus. Be careful with the tension. Turn the rod left. 気がすごいのじゃ。 Turn the rod right. Be careful. ついに。これは重そう。
おお 3500g。でかすぎ。 Rank in. Time bonus. 一気にクリア規定値の半分以上いったわね。It's coming near. It's gone. ディープクランクジェ。推進があるのでディープクランクジェ。リアルでは全く使いこなせなかったルアージェ。一応6無のディープクランクを持っていた。めちゃくちゃ重たかった記憶しかない。処理落ちがすごいわね。まあ、バスが大量に追って動きをシミュレートしているからの処理が重くなるのは仕方ないところじゃ。諦めたのじゃ。リアルでもゲームでも使いこなせないルアージェッタ。そしてフローティング未納の出番じゃ。フローティング未納も使いこなせなかったルアージェ。というか未納全般あまり使わなかったな。スピナベ、クランク、トップ系、そしてワーム系をよく使っていた。ワーム系、ソフトルアーだとグラブかストレートワームを使っていたな。リブはいろいろだったがノーシンカーやアンダーショットなどを多く使ったかな。主におかっぱりだったわしは皆そこの状況を知るのにもソフトルアーを使っておったわい。砂利、石ころ、コンクリート、段差など様々なそこの状況を探るのじゃ。これがまあ実に楽しいんじゃ。マニアックな世界なのね。いやいや、これができるようになると飛躍的に釣りの世界が広がる。むしろ、この底を取ることができて初めてゲームフィッシングの入り口に立てたと言えるくらいじゃ。マニアックな話に聞こえて実は入り口なのね。ゲームフィッシング奥が深いわ。ここは超過のあったスピナベで行くのじゃ。It's coming near. Bite fish. やはり超過が出ているルアーは強い。一直線に追いかけてきたものね。 You're almost there. Be careful. 小さ。小バッチリなのじゃ。Small one. Time bonus. It's coming near. Hook catch. でかいのを追っかけてきてたのでだな。 Hit bonus. You're almost there. Be careful. No. またまた小バッチー。 Small one. You got a special lure. ヌアンとバズベイトゲットなのじゃ。 Time bonus. 何これ？スピナーベイトじゃないの？いや、これはバズベイトというルアーじゃ。形状はスピナーベイトに似ているのじゃがな。バズベイトはトップウォーターのルアーになるのじゃ。 Bite it. このようにブレードで水面を叩いて水しぶきと音を立ててバスにアピールをするルアーなのじゃ。その昔、先ほども話が出たバサーという雑誌でな、田辺のりおさんというバスプロが熱くバズベイトを語っていたのじゃよ。活性の低い時でもバズベイトで水面を叩くと活性が上がる。タフな状況の時こそバズベイトが輝く。すごい遠くにいるバスが突然追いかけてきてバイトをする。などなど、わしはバズベイトの虜になった。しかも、かなり大きな音で水面を叩くので釣り場でも目立つのでこれ、みんなの注目の的。で、本当にバスが食いつくのじゃよ。気持ちいい。なんも言えねえ。当時、スタジの語録はなかったがあったら言ってたじゃろうな。とか言ってたら食ってきたわね。バスが注目していたので一瞬コールさせたら食ってきた。小バスじゃないの。 No. あら、バズベイト言うたら大物キラーのはずが。 Time bonus.
これは大物。 Fish. It's gonna be a big hit bonus. Be careful with the tension. Turn the rod. Land. Turn the rod. Right. Turn the rod. さ Left. すがに時間かかるな。 And you're almost there. Turn the rod right. Be careful. 時間ギリギリで上げたわね。Super ほぼ5 big. キロ。でっか。すごいすごい。 Rank in. そしてクリア Inlet ぜ。 area cleared. Go to next area. The palace. 隠しエリアじゃな。 Enjoy your fishing. ナイトフィッシングで古城じゃ。水深もそこそこあって視界が悪い。雰囲気あるところね。心霊スポットみたい。 Select the 最 casting 初はス point. ピナベ。これは基本じゃな。パターンをつかむまではスピナベとかクランクは鉄板じゃ。暗いわね。お、バスが見えた。なんかゆったり出てきて大物感あるのう。鎧の兜が落ちたぞ。しかも骸骨が、うお、バスいるぞ。いるわね。スピナーベイトに反応したの？落ちた兜に反応したの？スピナベだー。 Fish. たったったった。 Be careful with the tension. Turn the rod left. Pull up the rod. Turn the rod right. You're ここで almost 時間 there. 切れ。 Time's コンテ up. ィニューよ。 Ready? Come on. Fight. Try it again. Turn the rod right. Be careful. Super big. 6440g。いやー、こんなブラックバス釣ってみたい。 Rank in. Terrific. You've cleared all これ the でクリアじゃ areas. な。アーケードモード完了ね。 The biggest bass you've caught. エスとかもらっているわね。 Grandmaster. これランクがどこまであるのかは不明じゃが。まあ S だから石とするわい。 Please enter your name. ネームエントリーできるみたいじゃな。さあ何位じゃ？8位か、まだまだじゃな。というわけでアーケードモードのエンディングじゃ。改めて見ても CG のクオリティの高さは抜群じゃな。バスの動きとかもかなりリアルよね。この動きがシーマンへと引き継がれていくのか。いや、違うでしょ。さてさてエンディングの後はソニックルアーゲットまでの道のりを実況するぞい。お、あの隠しルアーをゲットしたのね。しっかりと撮ったぞい。エンディングはいいやという人は25分49秒くらいに飛んでね。一応チャプターも設定しておくので活用してほしいのじゃ。
Thank you for playing. Game over. 始まそれではソニックルアーゲットの実況じゃ。ソニックルアーって隠しルアーよね。取得条件はどうなっているの？プロフェッショナルトーナメント前後戦を全て優勝することじゃな。あらま、世界一下手くそだけどメンタル最強を標榜するじいさんじゃ大変な回数かかったんじゃない？はっはっは、一発で取ったぞ。何が世界一ゲームが下手くそな配信者よ。嘘つきろくでなしスケコマし。スケコマシは違うじゃろ。てか他のも違うわい。釣り場、時間帯、飛行でパターンをつかめればプロフェッショナルは楽勝じゃ。それよりもルアーの種類が揃っていない序盤の方が大変じゃったわい。なんで？パターンに合うルアーがないので結構苦戦を強いられたな。今回は最終第5戦なのじゃが、このブリッジエリアの朝はペンシルベイトで右側のシャローを攻めるのじゃ。これでバチコーンとスーパーサイズをぶち抜く。こっちじゃな。橋脚の水深のあるところではなく朝まずめはシャローで餌取りをしているバスを狙うのじゃ。こらった。It's gonna be a big one. Turn the rod left. With the tension. You're almost there. Be careful. まずは1本目じゃな。Keep it まず side. まずのサイズじゃ。You've got a special lure. 湯川専務のルアーをゲットしたのじゃ。これはトップウォーターで小さめのバスがよく釣れるルアーらしいのう。朝はあくまでもシャローを狙っていく。だった。また大物じゃないの。これがパターンじゃ。Turn the rod left. Turn the rod right. You're almost there. Be careful. Keep it side. いいね。It's coming near. Bite! Peace! You're almost there. Be careful. このサイズが可愛く見えるのじゃ。Keep it side. プロフェッショナルは5本までキープできる。まずはキープサイズを5本揃えるのが先決じゃな。It's coming near. Bite! Peace! 入れ食いね。朝はトップに限る。大物がバンバン来るぞい。 Be careful with the tension. You're almost there. Be careful with the tension. Be careful. Keep it side.
あと1本キープサイズを取れれば、サイズアップを狙っていくゲームになる。朝の時間帯が終わってしまうな。Time's up. 4本じゃった。5本揃えておきたかったが仕方あるまい。1本足りてないのに1位ね。スーパーサイズ2本あげたからな。Noon. そして昼の時間帯、水温が上がってバスは深場に移動する。ここでは橋脚の深いところについている。というわけで垂直に落ちるルアーを使っていく。そして水温も高く昼ということもあって活性がさほど高くはないと予想。早めのルアーではなくゆっくりと見せるルアー。グラブを選択した。グラブはワームルアーと言われるルアーで後ろにある尾びれのようなひらひらでアピールをする。このゲームではグラブのリブはジブヘッド固定となっていて、ゆっくりと垂直にルアーを落とし込むことできるのじゃ。リアルの釣りではゲイリー山本のグラブが好きじゃった。ゲイリー山本？そうじゃ、今も売っているのかのゲイリー山本のワーム。ワームに塩が混ぜられていて比重が高いらしく早く沈むというのが売りじゃった。着底した瞬間に少し浮かせたところをリアクションバイトしてきたな。リアクションバイトとかそんなことまで再現されているの？そんな複雑なプログラムはされていなかったとしても、そういう想像で遊ぶのが釣りの楽しいところなのだよ。ちなみにリアクションバイトとは、バスが見えているところで不意なルアーの動きをしたりして、ついバスが口を使ってしまうことを言うのじゃ。おしこれで5本目が揃ったのじゃ。あとはサイズアップを狙っていく。深場にいるスーパーサイズを狙っていくのじゃ。It's coming near. Hook it. 一直線に来たな。ゆっくりめのルアーに対して捕食行動はしてくるみたいじゃの。 Be careful with the tension. Turn the rod right. ただサイズアップは期待できなさそうだな。You're almost there. Be careful. Release side. Good job. スローな釣りになるので手返しは悪くなる。確実に釣り上げていきたいところじゃな。あのバス、こちらを意識しているな。見てる見てる。来た。Peace. Be careful with the tension. Be careful with the tension. You're almost there. Be careful. Release side. Good job. It's coming near. Yeah, it's coming. It's coming near. Peace. You're almost there. Be careful. Release
coming near. Bite. Fish. よく釣れるわね。タフなコンディションの時はノーシンカーのグラブとかやってたな。ゆっくりとホールしている時にバイトがあるから、ラインに集中するんじゃよ。当たりを逃さないように。You're almost there. Be careful. Release side. Good job. It's coming near.いっぱい来たな。Bite. Fish. もう時間ね。 Be careful with attention. Time's up. 順位はどうなったかしら。1位キープじゃ。1.4 キロ差ね。際どいな。Evening. ここからが勝負じゃな。ペンシルよりアピールの強いポッパーでトップ勝負を仕掛けるのじゃ。ラバージブにしてみよう。Bite it. 合わせ損なった。It's gone.パドルテールじゃ。Bite it. 大物じゃ。It's gone. It's coming near. Hook it. Fish. You're almost there. Turn the rod left. Be 小物 careful. じゃ。 No. Release size.
食わないわね。タイムアップじゃ。サイズアップできなかったわね。逃げ切れたのか？逃げ切った。これで全戦優勝したわね。地味な顔だな。ほい完全優勝じゃ。Morning. Select the lure. というわけでソニックルアーがタックルボックスに追加された。Bite it. すごいディープクランクじゃ。めちゃくちゃくれるらしい。今週末最終戦、第1戦話で遅れて15ポイントしか取れてない状況。そして昼まで終了して現在21位。大ピンチなのである。ここから追い上げられるの？ソニックのルアーをいまいち使いこなせていないのが原因じゃな。ソニックを使わずに挽回するのだ。夕方の割に水温が高い。そしてちょっともやっている。これはアピール系のカラーでゆっくりな釣りじゃ。Select the casting point. このルアーが奇跡を起こすのか？全く反応がないな。いや、後ろにバスが出てきたぞい。来た。これは大物じゃ。The big one. You're almost there. Be careful. Yeah. でかーい。いや10キロ近いじゃん。一気に優勝サイズだわ。はい、逆転確定ですな。 You've got a special lure. そして瀬形三四郎のルアーまで。またまた大物来た。白グラブ大当たりじゃないの。Turn the rod. Be careful with the tension. これ
釣り上げれば優勝間違いなしじゃな。あと8ポイントで総合優勝取れるか。Turn the rod right. You're almost there. Yeah. Precise. はい、この大会の優勝は確定。それでは残り時間も少なくなってきたので感想戦に行くぞい。ゲットバス。まさにバス釣りにどっぷりハマっていた時に出たゲームで、わしの記憶にしっかりと刷り込まれているゲームじゃ。個人的にアミューズメント系の釣りゲーとしては最高峰だと思うし、ゲームとしてデフォルメされた釣りとしてルアーの動きやパターンなどは非常によくできている。釣り未経験者でもゲームとして楽しめる仕上がりになっているな。ただ本格的かどうかで言うと、これはあくまでもデフォルメされたゲームとしての釣りなので本格的ではない。これは批判ではなくゲームとしての評価なだけじゃ。ゲットバスはゲームとして楽しめる釣りとしてはめちゃくちゃ最高の出来じゃな。今回、改めて釣りコンまで引っ張り出して遊んでみたがやっぱり楽しい。こんな LV の釣り場があったら教えてほしいもんじゃが、本当に楽しいゲームだと思うぞい。未プレイの人はぜひぜひ遊んでみてもらといいかもしれん。わしもあの筐体で遊びたい。もうどこにもないのかのう。ここにあるよという情報があればコメント欄で教えてください。さてさて、それでは気になるアンケートの結果はどうなったかのう。皆さんアンケートのご協力ありがとうございました。それではアンケートの結果はこうなりました。どちらでもないが半数じゃな。若干神ゲートする人の声が多い感じじゃな。ジャンルがジャンルなのでなかなか判断が難しいところではあったかのう。釣りの知識が少し必要になっちゃうのは影響したかもしれないわね。確かにのう。釣りの知識があるとやり込みの方向性も少し変わってくる感じがするものな。神ゲー指数はどんな感じになったのじゃ？それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は Release. Good job. 20.0 じゃったな。本作、といったところじゃろうか。やっぱりジャンルの影響かしらね。それではコメントの紹介をしていくぞい。皆さん、いつもコメントありがとうございます。ノエルさんのコメントです。釣り竿型コントローラー前提だけど楽しかったなあれ。釣りコンありですよね断然。今回手元動画は出していませんがしっかりリール巻いてます。いやー持っててよかった釣りコン。2017黒クワークさんのコメントです。10年くらい前はドリキャスも釣りコンもハードオフで100円で売ってたな。100円、キャンチキーですかね。100円で動作するなら買いですね。ドリキャスは買っておきたい。最近、レトロゲームは高くなっちゃいましたからね。シオンさんのコメントです。専用コントローラーに夢がありました。ありましたね。釣りコンってこのゲーム以外何に対応していたんだろう。ソウルキャリバーには対応していたらしいですが、もっと活用できるならしたいところですよね。ちぐさアンダーソンさんのコメントです。難易度も高くなく楽しかったな。セガが作るとフィッシングゲームもカジュアルでセガっぽくなるんですよね。Xbox 360番もダウンロードして、実績コンプするくらいはやり込みました。ソニックルアー会場期待してます。あとなぜかソウルキャリバーが釣りコンに対応してるんで色々と期待。ソニック出しました。やりました。ソウルキャリバーに対応しているんですね釣りコン。なぜなんでしょうね。ちなみにソウルキャリバーは持っています。いつか釣りコンプレイするのでご期待ください。ヒズさんのコメントです。昔、勤務してたゲーセンにあった。1ヶ月に3回ぐらい、ラインが切れて、面倒くさく交換してたドリキャス版は無プレイなので。ライン、確かに切れそうですね。にしても1ヶ月に3回は切れすぎな気がしますが、力任せに引っ張っちゃう人がいたのか、それとももともと弱かったのか。かなめさんのコメントです。どちらでもないに1票。初めて、アーケード版をプレイした時に感じたのが、釣りゲー初心者でも結構簡単に釣れる。でも、ブラックバスとの駆け引きはとてもリアリティがあったなと。ドリキャス版はアーケードモードだけでなく、オリジナルのトーナメント戦を楽しめるコンシューマモードがあったり、アーケード版には登場しない女性キャラを選択できたりと、追加要素もあり、楽しい釣りゲーではありますが、正直、神ゲーの域まではいかないかなと個人的には思います。アンケートの結果を見るに皆さんの評価は神ゲートまではいかなかったですね。ブラックバスがブームだったとはいえ、釣りゲーというジャンル上やはり一般向けというのは難しいかなと。しかし、セガ感満載のゲームではあります。コメントは以上になります。皆さん、コメントありがとうございました。ありがとうなのじゃ。またアンケートへのご協力、コメントをしてもらえると嬉しいのじゃ。コンシューマモードのエンディングが流れているのじゃ。
アマチュアトーナメントとチャレンジトーナメントの優勝ができなかったのが悔しい。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれるとじいさんの励みになるわよ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。ゲットバス、おもろかった。いやー釣りに行きたくなるな。楽しそうに遊んでたわね。今回の動画はゲームのことよりも釣りのことを語っている時間が長かったわね。語り足りないのじゃ。その辺にしておきなさい。